スタンドバイミーですね、いくつか不思議な点がある。一つ目、消えるクリス。この別れの部分がフィクションだから。二つ目、ラスト、呆然とした男の微笑み。焚き火で語り終わってニヤって笑うんですけども、それがですね、現在の時代で作家がですね、書いてニヤリと笑う全く同じ微笑み。三つ目ですね、叙述トリック。完全にその同じ笑顔をしていることを見せることで、実はこの話の中には嘘があるんですよっていうふうに観客に伝えている部分でもあるんですね。美しい過去も苦しいトラウマも今の自分には必要だから人間は記憶という機能を持ってるんですね。映画っていうのは漫画も小説もそうなんですけども、全てのフィクションっていうのは美しい。金曜ロードショーでですね、次回に放送予定のスタンドバイミーの簡単な解説ですね。簡単な解説をしようと思います。よいしょ。タイトルですね。映画のタイトル、本当シンプルにスタンドバイミーってポンって出てくるんですけども、1987年に公開されたハリウッド映画です。少年たちの永遠の友情を描いた作品であって、監督はですね、青春映画の巨匠ロブ・ライナーですね。感動できる名作なんですけども、ちょっとね、僕にとって不思議な部分があるんですよ。で、昔から気になってたんですけども、見直してですね、これ、割と見逃しがちだけど結構不思議な部分を抑えようと思って解説します。ここを抑えるとですね、ちょっと見方が広がって深くなって面白くなると思いますんです。で、映画はですね、オレゴン州の朝から始まります。で、田舎道ですね、一台の車が止まっているということなんですけども、ここから先は、ネタバレ警報ですね。まだ映画見てない方とかですね、ネタバレが嫌いな人はですね、ここから注意してください。これスタンドバイミーは全部ネタバレの話になりますからですね、大丈夫ですね。で、朝ですね、車が止まってると。で、その車、小さく映ってる車に、ポンと寄るんですね。ポンと寄ると。で、オレゴン州9月の朝、1台の車が田舎道に止まっていると。中には一人の男が乗ってるのがわかるんですよね。で、車の中のショットになると、ちょっと一番下に行くんですけど、左右が入れ替わるんですよ。で、これずっと説明している映画の文法ですね。つまり、画面に向かって左は、未来へ向かって進んでるんですけども、右に向いている場合はですね、振り返るとか戻るという映画文法があるので、それで回想シーンにこれから入るよという時は、この右に向くんですね。真ん中ですね、弁護士のクリスがレストランで喧嘩に巻き込まれて死んだっていうですね、記事を読んでる。それで呆然と受けてるわけです。してるわけですね。男は車を止めてしまうほど、田舎道のど真ん中で車を止めてしまうほどのショックを受けたのは、この新聞を読んだからですね。死亡記事に出ていたクリスっていうのはかつてこの男のですね、親友だった。男っていうのは、最後の方で説明しますけれども、これはゴーディの未来の姿ということになってるんですけど、ところがエンドクレジットを見るとちょっと違うんですね。そこもこの映画のミステリーなんです。で、ここからですね、映画はですね、25年前の回想シーンですね。1959年の4月、回想シーンに入ります。映画のほとんど全てがですね、回想シーンというですね、ちょっと珍しい、あることはあるんですけど、ちょっと珍しいタイプの映画です。で、スタンドバイミーですね、いくつか不思議な点がある、謎があるっていうふうに言ったんですけども、一つ目、消えるクリス。これすぐに説明します。クリスラストシーンでですね、ちょっと不思議な消え方するんですね。で、二つ目、ラスト、主人公というかですね、呆然とした男の微笑み。で、三つ目ですね、叙述トリックというふうに読みますけれども、ミステリー小説で使う技法です。語りで主人公のですね、ミスリードで読者、この場合映画の場合観客です、を誤解させる手法なんですけれども、映画スタンドバイミーというのはですね、この叙述トリックを使っているっていうのが分かると、かなり面白く見れるんですね。単なる青春感動映画ではない、監督がちょっとね、そこの奥に込めた思いがあるっていうのが分かると思います。じゃあ、行ってみましょう。まず消えるクリスですね、最初の。これは不思議なシーンなんですけども、クリスと別れるシーンですね。山の中ですね、主人公と別れてクリスが消えていくシーンで、文字通りこの位置で消えるんですよ。最初ね、ちゃんと映ってるんですけども、歩いていくクリスが、20号星でぼんやりと透明になって、半透明になって向こうが見えて完全に消えてしまうんですね。
で、別に山道だからすぐ角曲がって降りていなくなればいいんですけども、不思議な消え方するんですよ。これ宮崎駿がオン・ユア・マークで使った手法とかと同じですよね。なんかこういう映画内で不思議な消え方してる時っていうのは、絶対に監督がちょっとここ注意してください。ここには意味あるんですよっていうメッセージがあるんですけど、ここでクリスが消えていると。で、不思議なシーンですけどもですね、何の説明もないですね。これ映画の中で。で、次です。不思議なラストっていうのは、ラストの方へ見ていったんですけども、これですね、ワープロで、当時ワードプロセッサーで原稿を書いてるんですよね。主人公の作家が。12歳だった頃のような友達はもう誰にもできないっていうふうに原稿を書いて。で、その後、その自分の原稿を見下ろして満足げに微笑む。で、プールに行こうよ、パパ連れてってって言ってた子供と、外で会ってですね、窓の外で会って子供たちとはしゃいで車に乗って去ってしまう。で、ここでスタンドバイミーって曲がかかるのがラストシーンなんですけども、切ないんですけどですね、感動させるためだったらですね、この子供たちとはしゃぐシーンとかですね、満足げに微笑むシーンって実はいらないんですよね。感慨深げにですね、してるだけでいいし、なんなら大人になったですね、ゴーディの顔のままで十分ですね。そもそも場面を自宅に移す必要がないと。田舎道のままでも、実はこの映画成立してるんですけども、それでもですね、入れたくてしょうがなかったと。このシーン入れたくてしょうがなかった。それは監督に都合があります。で、なんでこういうふうになったのかって、この矛盾を解く鍵が叙述トリックってやつですね。映画の真ん中あたりですね、4人の少年がですね、キャンプして焚き火で話すシーン。いいシーンですよね。焚き火で話すシーンあるんですけども、そこでですね、将来作家になりたいと思っているゴーディはですね、他の3人に頼まれて、考えたばかりのですね、面白い話。この話考えたんだっていうですね、さっき考えたばかりの面白い話っていうのをするんですけども、それがパイ食い競争の話なんですよ。で、違う話をしよう。パイ食い競争の話だって、ゴーディがこう話し出すんですけど、いつも馬鹿にされていたデブの少年、デビー・ホーガンは、街のお祭りイベントでみんなに復讐することを思いつくって話なんですね。で、次のカットですね。これスペシャルゲストなんですけども、街でですね、一番の人気者のですね、ボブ・コーミアというのが出てくる人なんですけど、イベントっていうのはですね、ブルーベリーパイかなのですね、早食い競争なんですよ。で、主人公のですね、デブの少年デビー・ホーガンですね、デビーの対戦相手になったのはですね、街で一番の人気者ですね、ボブ・コーミアですね。ボブ・コーミアって言って出てきて、It's Bob! って自己紹介したら、街中の女の人がキャーって歓声上げる。ものすごい人気者なんですけども、このボブ・コーミアっていうのはですね、口から出まかせじゃないんですよ。彼が言ってる、なんでこの名前がパッと出てきたのかっていうと、実は映画の冒頭のですね、回想シーンの一番頭にですね、後ろにある自動車、ここのドアがですね、半分開いてるんですね。窓が半分開いてるんですね。で、この半分開いた窓からですね、カーステレオのですね、カーラジオの音が聞こえてくるんですよ。で、そこでですね、DJ のボブ・コーミアっていうふうに言ってるんですけど、これを聞いてたからですね、彼は自分のお話の中に実在の街の人気者ですね、ボブ・コーミアを入れることを今この瞬間思いついてやったんですね。で、つまりですね、そのゴーディはですね、ラジオから聞いたコーミアの名前をアドリブでとっさに創作に入れると、この方がリアリティが増すし、本当の話っぽく聞こえるからですね。で、実は原作にですね、この描写はないんですよ。原作にはですね、ボブ・コーミアというのは彼の話の中には出てくるんですけど、実在の人物であって、街の中のラジオから声が聞こえるなんて描写は一切ないんですね。僕もスティーブン・キングファンですから、あらかじめ読んでいるんですけどもですね。で、ゴーディっていうのは、このゴーディ少年っていうのはこのようにですね、嘘の話の中に本当のことを混ぜることができるというテクニックを使いこなすですね、もう天性の嘘つきなんですよね。で、これが叙述トリックですね。ゴーディの回想っていうのはですね、どっからかフィクションになってるんですね。かなりお話の中に嘘を混ぜてますよっていうのがサインなんですよ。これ前編のですね。で、どの部分がフィクションなのか。これ実はね、かなりわからなく作ってるんですよね。というか、あえて分けてないんですよ。
原作を読んだですね、このボディっていうですね、死体っていうですね、スタンドバイミーの原作になった小説が発表された時に、監督ロブ・ライナーはそれ読んですぐに映画化したいというふうに思って、決意します。で、その時ですね、映画化頼んでる時にスティーブン・キングにですね、不思議な質問をしてるんですよね。で、その質問がこの、スタンドバイミーのですね、名作映画全セリフ集っていうですね、本があって、これまだ手に入る本なんですけども、この中にですね、ところどころですね、スタンドバイミーの映画に関してのうんちくが入ってるんですけど、それの中で僕面白かったのが、ロブ・ライナーがですね、主人公ゴーディっていうのはどれだけ本当の話をしてるんですか？まず最初にですね、ロブ・ライナーも映画監督だから、物を作る人間が天性の嘘つきだっていうのを知ってるわけですね。なので、このゴーディの思い出は全部本当なんですかって聞くとですね、スティーブン・キングはわからないんだよと。俺自身も自分自身が昔経験したことと、それを人に話すときについつい面白く持っちゃうことによって、どれが本当かわかんなくなってんだと。作家というのは生まれつきの嘘つきで、自分が言った嘘を信じ込むし、あと自分が言った嘘の中に本当のものをふんだんに入れるから余計わかんなくなると。だから現実と自分の書いたものを見分けがつかなくなっていると。それが作家なんだというふうに言われて、でロブ・ライナーは今回の映画化で、わかったっていうふうに思ったわけですね。そこで掴んだわけです。で、この話でロブ・ライナーは映画の方向性を決めたと。まず、美しい子供時代の思い出を書く。これはもうメインストーリー。ここはもう間違いなくがっちりしてるんですけど、でも途中からですね、その作家の多分自己弁護もあるんでしょう。ゴーディの自己弁護もあるんでしょうし、過去の思い出を美しくしたいというのもあるんでですね、徐々に美化されていくんですね。でそれは何でかというと、彼自身の今の問題、つまり大人になって子供もいる作家のですね、今の問題を乗り越えるために、この過去の経験を美化することが必要だったという話になっています。それは映画とは何かとか、その僕らの記憶とは何かですね。今ですね、その関西人だとかいろいろ書いてるんですけど、違うんですよ。人間は全員そうなんですよ。人間に正確な記憶なんかないんですよ。これはもう僕は前々からずっと思ってることなんですけど、人間に正確な記憶なんかなくて、正確な記憶なんかしちゃうと僕らの脳はあっという間に容量がパンクするんですね。わかりやすいように、覚えやすいように、そのディフォルメさせて覚えてるだけで、正確な記憶なんてものは人間にはないんですね。なんで、じゃあ、そんな正確に再現されないのに、そもそもなんで人間には記憶なんていう能力があるのかと。動物の記憶みたいに別に1週間とか、せめて1年ぐらいの記憶で、生物としての人間には十分なはずなのに、なんで数十年という単位でですね、記憶が必要なのか。ですね。で、それはですね、その他にもなんで映画みたいなフィクションをですね、僕ら必要とするのかという話に、なってきますけど、これもちょっと後で話します。で、もう一回見てみましょう。よいしょ。このクリスが消えるシーンですよね。去っていくクリスが半透明になって消えてしまう。クリスがなんで消えてしまうのかというのも皆さんもお分かりの通りですね、この別れの部分がフィクションだからですね。この別れの部分は本当は存在してないんですよ。その語り手である作家、ゴーディの大人になった人がですね、大人になった状態がその自分の話にいい結末をつけるためにですね、作り上げたボブ・コーミアみたいなもんですね。なので、こういうシーン、こういう描写が入ってくる。それを見てる人、観客にロブ・ライナー監督が分からせようとしたので、この不思議なシーンが印刷されるわけですね。で、回想シーンの終わりです。よいしょ。もうこのまま載せちゃおう。で、だが永遠に彼を忘れはしないっていうふうに喉を刺された即死だったそうだ。もう10年以上も会ってないけど、彼を永遠に忘れないっていうようなことを言ってます。で、思い出に浸っている。この時作家はですね、思い出に浸って過去を見ているから右を見てるんですね。映画の文法法則です。そこにですね、子供たちが、パパ、まだ書いてるのと言って入ってくるんですけども、その瞬間ですね、作家の方向は逆向きになります。カメラ側から子供が入ってくるわけですね。で、これですね、イマジナリーラインを超える、車軸って日本語で言うんですけど、イマジナリーラインを超えるって言ってですね、実は映画界では割とタブーの手法なんですよ。あんまりね、見ないんですよね。
実はこのシーンとこのシーン、すごいつながりにくいので、同じ表情でつなげているんですけどですね。で、なんでこのイマジナリーラインを超えるようなカット割りするのかっていうと、この瞬間にはもう子供に呼びかけられて、過去を振り返るのをやめてるからなんですね。でそこでですね、子供たちとちょっと話した後、書き足しを始めるんですよ。で、なんでかっていうと、この思い出していた状態の作家にはですね、友達のことが大事なんですね。思い出してるんですよ。もう、あの頃、もう私は彼のことを忘れないだろうって言ってる、この時は本気なんですけども、ところがですね、この左を向いてる作家にとって大事なのは、友達との思い出ではなくてですね、自分の小説が面白いかどうかなんですよ。読者を感動させる出来になってるかどうかっていうのが気になってる。だから未来を見てるわけですね。過去の思い出よりも未来を見て、このお話をもっと感動させるにはどうすればいいんだろうと思って書き足しを始めるわけです。で、書き足す。もう私は彼のことを決して忘れないって書いた後ですね、12歳の時のような友達はもうできない。誰にもっていうふうに書き足すんですね。で、その後立ち上がって自分の原稿を見てにんまり微笑むんですよ。なんで微笑むのかというと、いい小説が書けたからですね。つまり、映画見た人はわかる通りですね、かつて、見知らぬ少年の死体を探しにですね、4人の子供たちは冒険するわけですね。で、なんで死体探すのかっていうと、なんかこう、行方不明になってるというふうに新聞とかラジオで言ってるからです。で、男の子の死体を見つけたら俺たちは有名になるぞって思って4人の子供たちは一晩のキャンプをしてですね、冒険するんですよ。しかし実際にその子供の死体を見つけた時にですね、ゴーディですね、主人公はですね、そういうのはやめようって言うんですね。持って帰って有名になろうぜってみんな言うんですけど、そういうのはもうやめようよっていうふうに言うんですよ。で、彼はここにそっとしておこう。で、僕らで匿名の電話をかけようっていうふうに言うんですね。しかしですね、その見知らぬ子供の男の子のですね、死を利用して有名になるっていうことに嫌悪感を感じたゴーディはもういないんですよ。ここにいるのはですね、その友達の死を利用して良い小説が書けたことを喜ぶ大人になったっていうことなんですね。これがそのイノセンスを失うことであり、純粋さを失うことであって大人になることだっていうふうに映画監督がすごいね、冷静に残酷に書いてるんですよ。ただそれはそんなにね、その観客全員に分からせたいことじゃないんですよ。メインテーマは青春なんですよ。素晴らしい日々なんですよ。でも同時に書きたいのは、それはもう帰ってこないなんですよね。で、帰ってこないのはクリスが死んだからじゃないんですよ。クリスが死んでショック受けたんだけど、でも半日後にもしくは何日か後にそれを小説に書いてにやりとしてしまう自分。これがそのあの頃は戻らないっていうことなんですね。なので、子供とはしゃぐわけですね。プールに行きたくて待っていた子供たちとわー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 はしゃいでるんですよ。で、なんだろうな。ここでなんでこうにやりと笑うのかっていうとですね、これゴーディの癖なんですよね。ゴーディは嘘をついたってみんなを喜ばせた後ですね、作り話をしてみんなを喜ばせた後に恥ずかしそうに微笑む癖があるんですね。この表情です。ごめんなさい。下の表情行きましょう。焚き火で語り終わってニヤって笑うんですけども、それがですね、さっきの画面のアップです。現在の時代で作家がですね、書いてにやりと笑う全く同じ微笑みやってるんですね。これをですね、その両方見せることでですね、完全にその同じ笑顔をしていることを見せることで、実はこの話の中には嘘があるんですよっていうふうに観客に伝えている部分でもあるんですね。最後のクレジットですね、監督のロブ・ライナーは回想シーンに出てくるゴーディとこの現実の作家は完全に同じ人物ではないと。ゴーディはあくまで作家が自分の頭の中でこうだったらよかったのになって思っている理想の子供だと。理想の自分の子供時代であると。自分を美化した姿であると。というふうに説明してるんですよ。それがエンドクレジットで明らかにされます。エンドクレジット。監督ロブ・ライナーですね。原作スティーブン・キングですね。で、ゴーディ、ラチャンスですね。ゴーディ・ラチャンスっていうのが役名なんですけど、ところがですね、それを大人の時代演じたリチャード・ドレイファスはですね、ザ・ライターっ
書き手としか、作家とか書き手としか書かれてないんですね。で、これスティーブン・キングのイットとかですね、そういう少年時代と大人時代をですね、両方出してくるやつでは、必ず子供時代、大人時代で同じ名前でエンドクレジット出てくるんですけど、この映画の中ではですね、子供時代はゴーディなんですけど、大人になったら作家になってるんですね。そこがですね、実はこれは、ある作家が現実、今のですね、自分を生きるためにちょっと過去を美化した話なんだよっていうサインでもあります。過去を思い出している作家とですね、その思い出の中の少年というのはいつの間にか別になって、作家は実際の過去とは違う階層にふける。それが作家という人間なんですけども、だから作家とかね、映画監督とかの昔話は信じちゃダメなんですよ。本当に。なんでかと彼らはそれと現実が、妄想と現実が見分けがつかない職業だからですよね。なのでそれを小説にして満足にしていると。で、キングはですね、自分の映画にしてまとめた本ですね。これかな？スティーブン・キング、アト・ザ・ムービーズってめちゃくちゃ分厚くて重い本があるんですけどもですね、映画&テレビコンプリートガイドですね、スタンド・バイ・ミーについてこう語っています。本当のモンスターとは何か。本当のモンスターというのは、吸血鬼とか殺人鬼ではない。それは時間だと。仲の良かったティディやバーンですね。その4人の友達のクリス以外のティディやバーンとはですね、あの日以来卒になったと。クリスですら10年以上会ってないと。彼らと会わなくなったのは怪物に絆が引き裂かれたからではないんだと。そうではなくて時間が彼らを引き裂いた。時間がずっと一緒だと思っていた4人の夏の日はあの日で終わってしまって、中学校に行ってからはティディやバーンとは学部が違うというか、彼らははっきり言って成績が低いので、成績のいいゴーディとか勉強するクリスとはですね、違う道に進んだんですね。だから何があっても俺たちを引き裂くことができない。でも現実の時間っていうのが彼らを引き裂いてしまったというのをスティーブン・キング語ってるんですね。映画スタンドバイミーっていうのは間違いなく青春映画の傑作なんですよ。そこはもう本当間違いないです。そこに僕は何のケチをつけてるつもりもないんですけど、ただその中に流れてるノスタルジーは本物なんですよね。だから監督のロブ・ライダーは本当はね、原作では1960年代が舞台だったんですよ。それをわざわざ1959年にしてると。なんでかというと、ロブ・ライナーが実際に12歳だったのは1959年だった。それぐらいプライベートな自分自身の映画にもしてるんですね。でも、ロブ・ライナーが自分の映画にしたということは、感動的な青春物語というもう一つ奥に向こうにですね、作家とは何か映画とは何かというテーマをやっぱこっそり隠してるんですよ。人間は過去を思い出すときにですね、美化したり逆に悪い方向に改造する人もいるんですね。で、そう悪い方向に改造して思い出す人はですね、トラウマになったりしちゃうんですけどもですね。でもそれは今を生きるために必要だからなんですよ。美しい過去も苦しいトラウマも今の自分には必要だから人間は記憶という機能を持ってるんですね。それを、記憶っていうのがないと人間には元気が出ないからなんですけども。だから長年思い出すことなかったかつての親友ですね。クリスの死をですね、利用して、この主人公の作家はですね、名作小説を書くんですけど、それは純粋さを失ったことになるのかっていうと、いや、違うんですよね。ロブ・ライナーが言おうとしたことは、確かに自分たち映画監督がスティーブン・キングみたいな作家はある純粋さを失った瞬間というのを書くと。でそれはこの「スタンド・バイ・ミー」という映画の中でも書いてるんですけど、その作品自体で観客の心の中にその純粋さというのを移し替えることができるからですね。だから僕らは映画を見て感動するんでいいんですよ。それで全く間違いないんです。ただそれを大人になってもう一回見たり何回か見てるうちにもう一つの苦いもの、なんで感動するのかというと、それを僕らが失ってしまったから、失ったからっていうのは時間によって引き裂かれたっていうのもあるんですけども、自分自身がどんどん大人になっちゃったから、それの罪悪感の解消で人間っていうのは感動するんだと思います。だから映画っていうのは漫画もそうなんですよ、小説もそうなんですけども、全てのフィクションっていうのは美しいのはそこだと思います。作者が持っている純粋性が失われるものをですね、作品にすることで、それを僕らが読んで感動することで、僕らの中に純粋性がもう一回戻ってきて、あ
あ、こんな言葉もあったよなと思って僕ら感動できるからですね。岡田斗司夫流のですね、映画の読み方ですね。今夜はスタンドバイミーでした。お疲れ様でした。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。